続いては、ソニックワールドアドベンチャー。2009年に発売された作品で、ソニックアドベンチャーシリーズの最新作として制作されました。ソニックたちの住む惑星に眠っていたエネルギー生命体、ダークガイアを復活させて、エッグマンランドの建設を目論むエッグマンと、それを阻止しようとするソニックとの激闘が描かれています。これまでの 3D 作品とは違い、今作のプレイヤーキャラクターはソニックのみ。作中に出てくるレギュラーキャラも、エッグマン、テイルス、エミーのみと、必要最低限の人数に絞られました。そうなのか。それはちょっと残念だな。しかしその分、ソニックのハイスピードアクションが劇的な進化を遂げています。今作からソニックブーストという機能が実装されたのですが、これを使うとこれまでとは比べ物にならないスピードを出すことができます。ブースト中は敵に当たっても蹴散らして進めるため、爽快感もひとしおです。このソニックブーストは多くのスピードジャンキーたちを虜にし、以降の作品でも定番のアクションとなりました。一方でこのスピードを制御するのはなかなか難易度が高く、特に初めは勢い余ってコースアウトすることも多々あります。3D ソニックでは初めてブーストが実装された作品なだけあってまだまだアシストが少なく、使いこなせるかは自分の腕次第です。また今作にはもう一つ、ソニックザウェアホップパートという大きな特徴があります。今作の冒頭でソニックはダークガイアのエネルギーをまともに食らい、夜になると狼のような姿に変貌するようになってしまいました。そのため今作の夜パートでは、このウェアホップの状態でステージに挑むことになります。ウェアホップはスピードを失った代わりに腕力が上がっており、このパワーを活かした様々なアクションでステージを攻略していきます。特に攻撃技が豊富で複数体との戦闘も難なくこなせるため、敵との戦闘は無双シリーズのような面白さがあります。このウェアホップパートは賛否両論があるシステムですが、個人的には従来のソニックとは違った面白さがあって楽しかった思い出があります。操作できるのはソニックだけだけど、実質2体のキャラクターを操作するってことだな。ウェアホップパートは今作のみの要素ですが、登場キャラクターやストーリー規模を縮小させ、その代わりにソニックパートのゲーム性向上に注力するといった姿勢は、今後の 3D 作品にも引き継がれていきます。そういった意味で、今作は 3D ソニックシリーズの転換点となった作品であると言えるでしょう。続いては、ソニックカラーズ。2010年に発売された作品で、Wii 版と DS 版の2つがあります。今作では、エッグマンがこれまでのお詫びにと作った宇宙遊園地、エッグプラネットパークを舞台に、ソニックがパーク内で出会った宇宙人、ウィスプたちと共に冒険を繰り広げます。もちろんエッグマンがまともにお詫びをするはずがないので、裏で密かに進めている野望を阻止するのが冒険の目的です。そして今作の特徴は、このウィスプたちの力を借りて発動する、カラーパワー。前作で実装されたブーストをはじめ、地面に潜ったり、宙に浮いたり、壁に張り付いたりと、様々なアクションを使うことができます。一気にアクション増えたな。でもなんかスピード感が損なわれてる気がしなくもないぞ。一見そう感じますが、実際やってみると全然そんなことはなく、ソニックのゲーム性とうまくマッチしています。またカラーパワーを使わなくても全ステージクリアできるようになっているので、あえて使わないというのも手です。もちろんその分難易度は上がりますが、色々なルートでゴールを目指せるので、何度も楽しむことができます。そして今作は、落下する場所が少なかったり、左右に柵が設置されていたりするので、これまでの 3D ソニックと比べて難易度が抑えめになっています。おお、それはありがたい。ソニックって基本難しいからな。加えて舞台が遊園地なだけに賑やかなステージが多く、プレイしていて本当に楽しいです。前作のソニックワールドアドベンチャー以上にストーリーが淡白なのが気になるところではありますが、それでも誰にでもおすすめできる作品だと思います。また今作は、Wii 版と DS 版でゲーム性が全く違っています。ストーリーは大体同じなのですが、DS 版は 2D でゲームが進んでいき、使用できるカラーパワーも一部違ってきます。さらに、Wii 版ではレギュラーキャラがソニック、テイルス、エッグマンのみであるのに対し、DS 版ではほとんどのレギュラーキャラが登場します。主にやり込み要素での登場ですが、それでもいろんなキャラに会えるのは嬉しいですね。他にも DS 版の方が BGM などのコレクションが充実していたりもするので、こちらの方が好きだという方も多いのではないでしょうか。続いては、ソニックジェネレーションズ。ソニック20周年記念作品として、2011年に発売された作品です。
前作のソニックカラーズと同様、据え置き機用に白の時空、3DS 用に青の冒険という2種類が発売されました。時空を操る怪物、タイムイーターに飲み込まれた仲間たちと世界を取り戻すため、二人のソニックが冒険する物語になっています。二人のソニック？今作はタイムイーターによって時空が歪められているため、2D 時代のソニックと 3D になった後のソニックが一緒に冒険するのです。なんじゃそりゃ、すごいことしてきたな。ちなみにわかりやすくするために、2D 時代のソニックはクラシックソニック、3D のソニックはモダンソニックと呼ばれています。クラシックソニックはメガドライブ時代を彷彿とさせる横スクロールで、アクションもスピンジャンプとスピンダッシュのみとシンプルです。一方でモダンソニックは従来の 3D 作品と同じゲーム性で、ホーミングアタックやブーストも使えます。また20周年作品ということで、今作のステージは初代ソニック・ザ・ヘッジホッグのグリーンヒルや、ソニアド2のシティスケープなど、過去作の人気ステージをリメイクしたものになっています。しかもそれら全てを、クラシックソニックとモダンソニックの両方でプレイすることができます。すなわち、グリーンヒルなどの 2D 時代のステージをモダンソニックでプレイしたり、逆にシティエスケープなどの 3D 時代のステージをクラシックソニックでプレイすることができるのです。各ステージの作り込みも素晴らしく、過去作をプレイしたことがあれば思わずこれは、と思ってしまう仕掛けがたくさん施されています。今作に登場するボスたちも過去作に登場したキャラばかりなので、ソニックファンにとってはたまらない作品です。また今作も、据え置き基版と 3DS 版で内容に違いがあります。ストーリーは大体同じですが、3DS 版では登場キャラクターが少なくなっているほか、リメイクされているステージやボスが異なっています。3DS 版には2005年発売の DS 用ソフト、ソニックラッシュのステージや、ソニアド2のボス、バイオリザードなどが実装されています。リメイク内容が違うのか。憎いことしてくれるぜ。全くです。おかげで2本とも買うことになってしまいました。さすが。続いては、ソニックロストワールド。2013年に発売された作品で、こちらも前作前々作と同様、Wii U 版と 3DS 版の2種類が発売されました。幻の大陸、ロストヘックスを舞台に、エッグマンとソニック、そしてロストヘックスに住むロッキシューとの戦いが描かれます。今作は初心者に配慮してスピードが抑えられており、3D 作品の中では最も遅いソニックになっています。当然ブーストも廃止されていますが、その代わりにパルクールという、壁などを駆け上がれるアクションが追加されました。ただ壁に向かって走るだけで発動するので簡単に使うことができ、これを使えば複雑な地形も楽に走り抜けられるので、アスレチックで遊んでいるような独特の面白さがあります。スピードは抑えられてるけど、パルクールを使えば気持ちよくステージを走れるってことか。その通りです。またソニックカラーズで登場したカラーパワーも再登場しているため、ステージ攻略は色々な要素があって面白いです。そのステージも今作ではかなり独特で、360度駆け回れるチューブ状のステージや、球状のステージが多く登場します。このように全体的に丸みを帯びていることに加え、絵柄もメガドライブ時代をイメージしたカートゥーン調になっているので、今作は非常に可愛らしい雰囲気に包まれています。さらに今作には DLC として、ナイツ、ヨッシーアイランド、ゼルダの伝説とのコラボステージが登場します。特にゼルダの伝説ステージではソニックがリンクの服装をしており、BGM やギミックも原作を忠実に再現しているなど、非常に完成度が高いです。ソニックめちゃくちゃ可愛いな。これで一作ゲーム作ってほしい。また今作は 3DS 版でも 3D のステージになっているため、Wii U 版とあまり変わらないゲーム性になっています。Wii U 版と比べてステージの雰囲気が一部変わっていたり、使えるカラーパワーが異なるといった違いはありますが、ソニックカラーズやジェネレーションズと比べると2種類の差は少なくなっています。ラストは、ソニックフォース。2017年に発売された作品で、今作は据え置き機のみで展開されました。世界の 99% を支配してしまったエッグマンと、それに対抗するソニックたちレジスタンス軍との激闘が描かれています。前作までの比較的明るい雰囲気とは異なり、ソニアドシリーズのようなシリアスな雰囲気になっているのが特徴です。また今作には、3人のプレイヤーキャラクターが登場します。1人目はモダンソニック、2人目はクラシックソニック、そして3人目は、アバターです。アバター？今作ではプレイヤーが自由にキャラクターを作ることができ、作ったキャラクターでソニックたちと冒険できるのです。キャラメイクは動物の種類から、目の形や色、肌の色、
服装など、かなり細かくカスタマイズすることができ、デザインもよく作られているので、ソニックたちの世界観にうまくマッチしています。自分の分身を作ってソニックたちと一緒に冒険できるのか。ファンにとってはたまらないシステムだな。アバターは、ウィスボンという武器を使ってステージを攻略していきます。バーストウィスボン、ライトニングウィスボンなどいくつか種類があり、種類ごとに使える技が変わってきますが、ウィスボンを使った攻撃はどれも敵を一網打尽にできるようなものになっているので、ソニックの高速アクションとは違った爽快感を味わうことができます。一方ソニックの操作性ですが、モダンソニックでは前作で廃止されたソニックブーストが復活しているほか、ホーミングアタックなどのモダンソニックおなじみのアクションもしっかり実装された、オーソドックスな内容になっています。しかしその操作性は確実に進化しており、今作では高速での方向の調整が非常にやりやすく、ジャンプ中の微調整も効きやすいので、自分の思った通りにソニックを動かすことができます。3D 作品の中ではダントツで操作しやすいので、ソニックをうまく制御できなくて挫折した経験がある方は、ぜひプレイしてみてほしいと思います。クラシックソニックも内容はこれまでの 2D 作品を踏襲したオーソドックスなものになっていますが、足場に乗った時にピタリと止まれたり、ジャンプ中の微調整が効きやすくなっていたりと、操作性が格段に向上しています。これら操作性の向上に加え、今作では残機性が廃止されて何度ミスしても大丈夫になったほか、ステージの長さも短めなので、プレイしていてストレスを感じることがほとんどありません。ストーリーの展開や設定には多少の荒さがありますが、ゲーム性は 3D ソニック作品の中でも最高レベルになっています。色々なハードに対応していて今からでも遊びやすいので、気になる方はぜひやってみてほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？同じ本編作品といってもいろんなゲームがあったな。しかもどの作品も個性が立ってたぜ。ソニックシリーズは、常に新しいことに挑戦し続けているゲームです。それゆえ時には批判されてしまうこともありますが、いつも新しい体験を私たちに届けてくれる、素晴らしいゲームだと思います。この動画を見て、ソニックを好きになってくれる方が少しでも増えてくれたら嬉しいです。そしてそのついででいいので、私たちのことも応援していただけたらとても嬉しいです。便乗しようとするな。でも動画が気に入ってくれたら、チャンネル登録や高評価、コメントなどどしどしお願いしたいんだぜ。本当に励みになっているので、ぜひお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。